はい、こんにちは。エコドライブの鈴木です。本日のテーマはアメリカの良いところ10選ということで、アメリカ在住歴20年の私が実際に感じたことをあれこれ語っていきます。これ完全に私の個人的な主観となりますので、もしかしたら合ってないことなんかもあるかもしれませんが、ご容赦ください。はい、では早速いきましょう。はい、で6つ目にですね、家族間での距離感が近い。そうですね。アメリカだとその祝日とかね、そのイベント行事があるじゃないですか。例えばクリスマスだったりとかデーバーデーとか、結構日本とかだとそういった祝日ってだいたいカップルで出かけたりとかすることが多いと思うんですけど、アメリカだと家族で過ごすんですよね。それが結構普通。恋人とかね、カップルとかっていう、人もいるとは思うんですけど、それよりも、自宅に帰って家族と過ごすっていうのが普通だったりとかします。なので、そういったイベントごとには家族で何かをする、バーベキューしたりとか、どこか旅行に出かけるとか、それが当たり前になってますね。で、あとはですね、その子供の送り迎えっていうのが結構当たり前なんですよ。日本だと結構ね、小学生の時からもう子供が一人で行ってきますなんて言って小学校まで行くと思うんですけど、アメリカだと高校生まで親が送り迎えするのが普通です。なのでだいたい朝子供を落としに行って、で昼過ぎぐらいに迎えに行ってっていうの、これ全部親がやるんですね。でやっぱり家から近いところに学校がないっていうのと、あとはやっぱ防犯上の理由が大きいです。やっぱり距離広い、すごくね土地が広いので、やっぱり歩いて行けるところに学校がなくて、やっぱ車で行かなきゃいけないと。なのでやっぱ親が送り迎えするという必要がありますね。はい。なのでそういったものもあって、やっぱり子供との距離感がすごく近いっていうのは感じます。はい。で7つ目、責任と権限がしっかりと与えられている。はい。これは結構ね、その会社とか組織においてね、結構ありがちですけど、その担当者の人に責任と権限が与えられているので、要は話が早いんですよね。で、その人が決めれるのか決めれないのかっていうのを言ってくれるので、決めれる内容だったらその人さえ納得すればどんどん決まって話が進んでいくし、決められないことだったらそれは私決められないからあの人に行ってみたいな感じで紹介されるんですよ。そんでその人のところに行って交渉するという形になります。だから日本みたいにあんまりそのほうれん草っていう文化ではなくて、その人自身が決めれるか決めれないかっていうのをそういうのがもうジョブディスクリプションって言っても、その職務契約書にですね全部載ってるので、その人の権限と責任がね、なのでその人もすぐ教えてくれるんですよね。これは私が決めれる決めれないって、それがすごくね、そのやりやすいっていうか、話が早いというのをすごく感じます。消費税の決め方なんて結構面白いなと思うんですけど、日本だとその消費税が 1% 上がるっていうだけでも大騒ぎするじゃないですか、メディアなんかも含めて。でもアメリカって消費税ってコロコロ変わるんですね。市によって違うんですよ、消費税が。国じゃなくて。でこれはその消費税というものがですね、その国と州と市によって決められてるんですね。国は何%までで、ここから上は州が決めるとかで、ここから上は市だったりとかっつって、だからそれぞれに権限が移譲されていて、だから市長さんがもうちょっと消費税上げたいなと思ったら何%上げるみたいな感じで、その市長さんが決めたりとかするんですよね。なので、その辺の決定権っていうのが各、首長さんに与えられてて、すごく早いんですよね、決まるのが。はい。だし、そこまで大騒ぎになることはないと、日本ほどですね、というのがあります。で、あと8番目、これまずやってみようの文化。これはですね、僕個人的にすごく好きですね。例えばですね、テスラの自動運転だったりとか、これは装備のついているテスラにのみですけどね、フルセルフドライビングっていう自動運転のソフトウェアが組み込まれているテスラであればですね、使えますが、こういったものも例えば日本だったら実現しないわけじゃないですか。やっぱり法律だったりとかいろんなもののしがらみがあって、なかなか日本だと実現しないんですけど、アメリカだとダメなところダメだけど、ここから先は基本的にはもう自己責任で OK みたいなですね、そういうのが結構あるんですよね。そのテスラの自動運転だったり、あとこの間はサンフランシスコでその自動運転のタクシー、無人タクシーってやつですか、これがですね24時間が解禁されたとかですね。で結構
僕は使ったことないんですけど、使った人の話を聞くと、その精度はあんまり良くないらしいんですね。決まったところに来てくんなかったりとか、降りたいところで降りれなかったりとからしいんですけど、そこはもう自己責任の範囲になってて、やってみればみたいないう感じなんだと思うんですよね。これはそういう風潮っていうのはすごくいいなと思います。やってもいいけど自己責任だよみたいなことですよね。なんで我々起業家からしてもそういうのってのはすごくやりやすい。どうしてもねやっぱり、完璧にしてから世に出さなきゃいけないっていうのだとやっぱスピード感が遅いんですよね。やっぱりその完璧になる前に一回もうテスト的にスタートしてみると。でやってってでやってみないと分かんないことが多いわけじゃないですか。でやってみてでこんな問題が起きたらそこを改善してで起きたら改善してそれを繰り返しやってってどんどんその理想の形に近づけていくというのがですねやっぱり最先端技術とかには必要なことだと思うのでそういうのをそういうのがあるからやっぱり世界のテックカンパニーとかが集まってくると思うんですよ。なのでだからこそやっぱアメリカ強いっていうのがあると思うのでこのまずやってみようの精神っていうのはすごくいいですね。はい。で9個目が完全実力主義。そうですねこれは本当に感じますね。本当に実力さえあれば誰であれ認められる世界かなと思います。例えばなんですけど今大谷翔平すごいじゃないですか。でもよくよく考えたらアメリカからしたら外国人なんですよね。しかもアジア人ですよね。それでもあれだけ応援されてすごいというふうに各メディアに引っ張りだこになっていると。で本当にね野球場エンジェルスタジアムなんか行ってみると本当エンジェルスユニフォーム大谷翔平のユニフォーム着てる人めちゃくちゃいっぱいいるんですよ。アメリカ人の人で日本人からしたらすごく嬉しいですよね。ただこれ逆にもし日本だったらと思うとどうですかね。日本で例えばアメリカ人打者が、大谷翔平ほどの活躍をしてた時にそのアメリカ人の方の名前の入ったユニフォームを一体何人の日本人が着るか心から応援するかっていうとちょっと疑問じゃないですか。ただアメリカっていうのはその人種がどうであれやっぱりそのすごい人はすごいって認める文化がやっぱりあると思います。でやっぱり自分もすごく感じるんですけどその挑戦する人何かことをなそうとしてる人とその応援する人っていうところできっちりやっぱり分かれててでその本当にね挑戦してる人を応援する文化というのがやっぱりあります。だからこそアメリカンドリームっていうものは存在すると、だから逆に言うとですね誰よりも多く挑戦すればするほど絶対に報われる世界だなと自分はですね思いますね。はい、で最後に10個目ビールが美味しい。本当に美味しいんですよビールが。このですねカリフォルニアの青い空の下でですねこの街や店の雰囲気もすごくいいしそれから食べ物もそのビールに合う食べ物多いじゃないですか。例えばハンバーガーだったりとかポテトとかねそれが本当にねビールに合って美味しくてで結構最近地ビール自分のお店でね地ビールを作ってるクラフトビールのお店なんかもすごく出てきて本当になんていうんですかねビールがそのビールを飲むためにある食材とか結構あると思うんですよね。ハンバーガーとか、日本って逆にそのなんていうんですかね食べ物を食事を生かすためのお酒だったりとかしませんか。ちょっともし違ったらすいません。自分はそんな風に感じるんですよね。その食材の生かすための脇役でねお酒があったりとかするような感じがどうしても自分はしてしまうんですけどアメリカだとちょっと逆にそのビールというものが主役であってその脇役に、食べ物があるみたいな感じで、自分は感じてます。なのでですねぜひアメリカのビール地ビールすっごく美味しいんでぜひ飲んだことない方飲んでみてください。